日傘もささずに外をカッ歩してらっしゃる方もいらっしゃいますよね。もちろんね、日焼け止めを塗ってるからそれでいいと思われるかもしれませんが、日焼け止めは万能ではないです。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はですね、私が肌でとても気をつけていることをお伝えしたいと思います。ありがたいことにですね、私は肌を褒めていただくことが多いんですけれども、本当にね、何年も前から3つ気をつけていることがあります。どれもですね、大切なことですね。これを徹底してます。これをすると本当に肌は私自身変わりましたし、この方法をお伝えした方はすごく皆さん一様にお肌の状態が良くなってます。この3つとても簡単なことなので、これからお伝えしたいと思います。その3つはですね、全て何々をしないです。要するに何かをしないといけないではないので、とても簡単なことなんですね。一番大事なことが化学物質を肌に与えない。これが最も大事です。私はケミカル断ちという表現をしてますけれども、肌に不要なものをですね、与え続ける化学物質ですね。特にその一番悪なのが合成界面活性剤です。これは肌の潤いを根こそぎ取ってしまいます。つけていいこと何一つありません。でも巷にある化粧品のほとんどのものにですね、この合成界面活性剤が使われています。あと次、合成ポリマーですね。合成界面活性剤と合成ポリマー、これはセットで入っていることが多いんですね。なぜかというと、合成界面活性剤を使っているとどうしても肌が乾燥しがちになるので、ポリマー、これはビニール成分とも言えるぐらいのものなんです。とても安価なもので化粧品に入れやすいんですね。しっとり感をね、感じやすくさせるので、実際は本当の潤いではないんですけども、肌触りが良くなるということでポリマーですね。この合成界面活性剤と合成ポリマーはセットで入っていることが多いですけどね、このポリマーも毛穴を詰まらせますね。でそれプラス合成香料とか着色料とか、あとパラベンですね、そういったねものもない方がいいですね。これを徹底するだけでも肌はもう本当に長持ちするようになります。まずですね、一つ大きなことはシワができにくいです。これは本当です。表情筋トレーニング、顔ダンスですね、表情筋を動かすんですけれども、そうやってたるみの改善をしていくという提唱を私はしていますが、中にはですね、とてもシワができやすい方いらっしゃるんですね。で実際には定着することはないんです。少々顔を動かしてそこが波打ったり折れ曲がったとしても、それが定着することはないんですけれども、本当に肌が弱りきっている方、合成界面活性剤を長年も使い続けていらっしゃる方、高級化粧品、アンチエイジング化粧品と言われるようなお高いものですね、そういったものに多く入っている傾向があります。ですので、ご自身のためにね、肌をきれいにしたい一心でそういったものを長年使ってらっしゃる方に結構そういう方が多いですね。シワができやすかったり、皮膚がものすごく薄くなってたりですのでですね、合成界面活性剤、合成ポリマー、その他肌に不要な化学物質を一切含んでいない化粧品を使うことをぜひお勧めいたします。これをするだけで肌の寿命がぐぐっと伸びていきますからね。まずそれが一つ目ですね。次のしないはですね、紫外線を当てない。もうこれは皆さん分かってらっしゃると思うんですけども、意外とですね、若い方でもう日傘もささずに外をカッ歩してらっしゃる方もいらっしゃいますよね。もちろんね、日焼け止めを塗ってるからそれでいいと思われるかもしれませんが、日焼け止めは万能ではないです。補助と思ったぐらいがいいかもしれませんね。もちろん SPF 値が高いものなんかはね、安心感があるかもしれませんけれども、やはりですね、塗りムラがあったりとか、あとちょっと汗で取れてる場所があったりとかすると、紫外線の害にね侵されてしまいます。もちろん肌にね日にを当てることっていうのはそれなりにメリットもあるんですけども、やはりですね、肌の老化という面に関してはもうそこは徹底した方がいいと思いますね。私自身はですね、日焼け止めをつける UV 対策用のファンデですね、そういったものをちゃんと塗るんですけれども、それプラス必ずプラスアルファします。そのまま外歩くことはしません。一番よく使っているのはもう日傘ですね。もうとても使いやすいものでちょっとボロボロになってるんですけれども、それをねもう真冬でも使ってますね。曇ってても関係ないです。必ず差します。あと家の中ですね、遮光カーテンできればそれがいいですね。レースのカーテンでも UV 効果になるものあるんですけど、絶対ではないので、もうそれぐらい徹底してますね。もう紫外線にはとても私は神経質になってます。肌に紫外線を当てない。車はですね、全面 UV 加工しました。帽子はあんまり使わないかな。髪の毛がペタンとなるのであんまり好きじゃないんですけども、どうしても両手が塞がってる時なんかは帽子しかないので、そういう時のために帽子は持ち歩くようにしてます。あと手の甲ですね。年中私は UV 手袋をつ
使ってますけれども、私ね手自信ないんです。以前ですね天ぷらをしてた時に思いっきり油散ってしまって、それをちょっと水にさーっと冷たい水に当ててそのまま特に治療もしなかったんですね。それがですね5年後に出ました。深部はねずっと炎症を起こしてたようですね。後々積み重ねが出ましたね。運転を良くするのでやはり皮膚の深部に炎症が起こったところが紫外線プラスそのメラニンがやっぱり反応しやすい状態になってるんで、ポツ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 と結構大きいのがね、こういうのはねちょっとね私とても気になってます実はね。それもあって今はねUV 手袋を必ずするようにしてますね。外に出るときはあったかいですしね、これ意外とねそのような感じで UV 対策をしっかりすると、これ2つ目に大事ですね。3つ目気をつけてることですね。それはですね肌に刺激を与えないということです。これはもう徹底してますね。まず1つ、私はマッサージをしません。私は以前ですね化粧品会社に勤めてたんですね。でその時はですねもう企業の方針としてマッサージクリームを大量に販売するということだったんですね。ですので美容雑誌なんかでもですねこぞってそのマッサージの特集なんかを組んでありましたね。その時にポイントはクリームをたっぷり使うことということで、それもちろんクリームたっぷり使うっていうのはね美を良くする意味でいいんですけれども、刺激でしかないんですよ実はマッサージって。マッサージすることでちょっとポカポカするんですよね。ポカポカしてなんかこうほぐれるような感じがして、それとあと血色が良くなるんですよね。で血流を良くするという意味ではもちろんいいんですけれども、やはりですね過度にやりすぎると思うんです。女性っていうのは特に気になっているところはしっかりこれをすれば肌が綺麗になるとね、とても美意識の高い方とかお肌に気遣っている方が意外とそういうことをされる方が私は多いような気がしますね。でもよく考えてみてくださいね。例えばお尻の皮膚とかね、あとこの胸元の皮膚って、特にバスト周りのね皮膚ってね遠くで綺麗じゃないですか。キメが細かくないですか。あれは紫外線が当たってないことが一番の理由です。肌が綺麗な理由ね。あと覆ってるので乾燥しにくいんですね。それももちろんあるんですけれども、刺激をまず過度には与えてないですよね。抗生界面活性剤の入ったものをバシャバシャこう塗りまくったりとか、何かしらこうマッサージをしてっていうことはあんまりしないと思うんですね。でも顔はやっぱり他の体中の皮膚の中で一番刺激を与えてしまうところなんですよね、無意識にね。ですのでね皮膚で摩擦するということはね必ずこれは皮膚を伸ばす行為になってしまいます。あとシミを作りやすくなります。先ほどのね天ぷら油の話、あれは刺激ですよね。熱による刺激なんですけれども、こすることでも刺激になります。特に同じ場所に特に強く与えてるとメラノサイトが活性化されて、そこからどんどんメラニンを出してしまいますからシミになりやすいです。でなんとなく肌もくすみやすくなりますね。刺激に関連して言うことなんですけれどもね、洗顔の後に冷たい水で引き締めるっていうのを聞いたことないですか。そうすると毛穴がキュッと締まると。私はね自身の感想ですけど、あれをやって肌が綺麗になると思えないんですね。私あれをするとかえって私の場合は冷え性が悪化するような気がします。ですので私は水をパシャッと引き締めるとかしません。確かに気持ちはいいと思います、夏場とか特にね。でもあれで毛穴がキュッと締まることは理論的にはないそうです。で私にとってはデメリットでしかなかったです。これは私自身の感想ですね。肌が冷えて顔色が悪くなりました。ですので私は冷やすことはあまりおすすめではないですね。これも一つの肌への刺激になります。あとはですね肌断食ですね。一切何も与えないっていうね、これね例えばね本当に肌が荒れてる時っていうのはそれ効果があるんですね。どんないい化粧品でもそれでも刺激になるということがあるので、怪我と一緒ですよね。どっか怪我してるところにはそういったものをつけない方がいいですよね。清潔にするのが一番なんですけど、でもですね健康な状態であえて肌断食とかしなくていいと思うんですね。肌がなぜかというと空気、特にこの時期すごく乾燥してますよね。でそこにいくら皮膚状態が良くても乾燥に極度にさらしてしまうことになるので、やはり保湿、細かい小じわがやっぱりできやすくなるんですね。ですので最低限の保湿は常に大事だと思います。たまにね思いついてちょっと今日は何も塗らないとかいうのはいいかもしれないんですけども、それを丸1日やったりするのやりすぎですね。あと肌が元の状態に回復するのにちょっと時間かかると思います。これは私の経験なんです。私もやったことあるんでね、肌断食丸1日何もつけないとかね、かえって私の場合は乾燥がひどくなってその後大変でした。人によってはもしかしてはそれがいい方もいるかもしれないんで、これはまあね絶対ではないんですけども、一つのこれ刺激になるんかなと思うんですね。無防備にするっていうかね、洗顔した後って皮脂膜が落ちてますよね。その状態で何もつけないっていうのはやはり肌にとって厳しい環境にさらすということになりますから、やはり何らかの保湿は大事だと思います。ごめんなさいね、これもしかしたら気に入って使ってらっしゃる方いるかもしれないんですが、個人的な感想ですが、スチーマー、細かい霧肌がしっとりさせるっていうのをね、一時これ流行ったんですね。私そういうの大好きなんで、もちろん私も一番に発売された時に買いました。でもですね、
使えば使うほど肌が乾燥しやすくなったんですよ。なのでもう今はそういうスチーマーの類とかも一切しません。で一時期のコロコロですね、ゲルマニウムかなんかのね、あらゆるものを私使いました。結局たどり着いたのはどれも良くなかったです。一つですね、高周波の美顔器ですね。それで効果的なものは確かにあります。皮膚の深部を温めるんですけれども、そういったものは私は美顔器ではね悪くはないとは実は思っていますけれども、刺激を与えるような美顔器、カッサとか棒状のもので転がすとか、そういったものはねかえってたるみやすくなりますよね。まとめますと長くなりましたけども、3つ目は肌に過度な刺激を与えないということです。私はこの3つを守ってます。一番最初にお話ししましたケミカル立ちについてなんですけれど、例えばですね、ジアミン染料ですね、髪を染める時に使いますね。ヘアカラー一般的なものなんですね。でジアミンは酸化染料とも言いますね。それを長年使うとですね、60ぐらいから頭皮が透けている方が結構いますね。で髪が薄くなって少なくなって細くなってくるっていうね、だんだんとこう頭皮がこうバーッとね見えてくるようになって、それはやはりその染料の影響が大きいと思います。それと同じぐらい私は合成界面活性剤を肌に与えるのは危険だと思います。肌の場合はね、髪の毛ほど見えないんですよ、目にね、すぐに。割とね、ジアミン入りのヘアカラーをしてると、ある日突然アレルギーが出てものすごくピリピリしたり、染める時にね、それで全然ダメになったっていう方意外といるんですね。で私も実はそういう風になりまして、今は髪は全部ヘナで染めてます。そういうきっかけがあってピリピリしてダメになったっていうのなんですけど、合成界面活性剤の場合はですね、ある日突然これが使えなくなったとかないんですよ。自分でわからないんですね。それがまたちょっと怖いところではありますよね。で私も長いこと化粧品ジプシーをしてきました。一体自分には何が合うんだろうかとかね、本当無駄にお金も使ってきましたし、でもやっぱり結局合成界面活性剤、そういったものが一番悪いということも分かってケミカル立ちをしたんですけれども、そこまでの期間がすごく長かったですね。みるみる肌が根本から変わるっていう経験を初めてしました。でもやはり今巷にある無添加という化粧品の中にもやはり納得いくものがなかったので、結局私自分で作ったんですね。セリフって言うんですけどもね、それを作ったんですけどもね、本当にねずっとそれだけです。使い続けてますね。今ですね、トライアルセットですね、ローション、美容液、クリームですね、この3つにリンクルブロッカーをつけて今トライアルセットで出してますので、ご興味のある方は動画の説明欄を見てくださいね。私もねケミカル立ちしたのは確かね2月ぐらいだったかな。結構寒い時期だったんですね。寒い時期から始めたので、乾燥の一番強い時期だったので、今までねポリマーとか塗ってたのでしっとり感がねないんじゃないですか。それで最初のうちはちょっと乾燥しました。それがね3ヶ月ぐらい続いたと思います。でももう本当に徐々にですね乾燥しなくなってきます。それはですね、なぜかというと今まで合成界面活性剤を使い続けているので、肌のバリアがちょっと壊れてる状態、角質層にポコポコっと穴が開いてる状態なので、肌に蓄えた水分がどんどん出ていっている状態なんですね。でその状態なのでケミカル立ちをするとちょっと乾燥する方がいますね。でもそこは絶対に必ず回復します。一種のリバウンドのようなもんですね。でそれがだんだんと回復する期間は人それぞれで、正常な肌の機能になってくるまでにやっぱり3ヶ月かかるかもしれませんね。今まであんまりそういった化粧品をたくさん使ってない方はすぐに馴染みます。すぐに潤い感が出てきたなっていうのがあるんですけども、中には1年ぐらいかかる方もいますね。でそういう時の対処法なんですけども、オイルをつける、手持ちのオイル、もちろんセルフにも出してますけれどもね、スクワランオイル、ホホバオイルですね、そういったものですね、 100% 純度のものがいいです。そういったものを乾燥したところだけにつけます。クリームがあるので、そのクリームにオイルを混ぜて、その乾燥しやすいところにつける。で乾燥を感じたらしょっちゅうつけてください。だから手持ちにね持っておくといいです。クリームとかオイルをね。特に乾燥してるようでも全部が乾燥するってことがあまりないんですよね。意外とこのこの目の下、ここの辺りが一番乾燥しやすいので、ここだけにこう塗ってあげる。目の周りですね。あとちょっと口の周りが乾燥しやすい、顎の周りとかね、そういったところにケミカル立ちした当初は乾燥対策としてそういったものを使うといいですね。で紫外線はもう皆さん分かってると思いますね。とにかく何もしないということです。で紫外線防止は心がけ次第でできますからね。ぜひこの3つですね、ケミカル立ち、紫外線をしっかりカットすること、そして無駄に不要な刺激を与えない、この3つぜひ実践してみてくださいね。今日は私自身が肌のために気をつけていることを3つお伝えしました。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。